皆さん、こんにちは。突然ですが、こんな経験ありませんか？あの情報、どの資料に書いてあったっけ？たくさんの論文や会議の議事録、読むだけで一日が終わってしまう。情報があふれる現代、資料の山にうずもれてしまうこと、ありますよね。今日は、そんな悩みを解決するかもしれない。Google の AI ツール、ノートブック LM をご紹介します。単なる要約や資料整理ツールではありません。あなたの資料と会話できる、全く新しい AI なんです。ノートブック LM って何ですか？という方のために簡単にご説明しますね。ノートブック LM は、あなたがアップロードした資料だけを学習して、その内容に基づいて質問に答えたり、アイデアを出したりしてくれる AI です。対応するファイル形式も豊富で、PDF、Google ドキュメントやスライドはもちろん、テキストファイル、ウェブサイトの URL、さらには YouTube の動画 URL や音声ファイルまで、様々な情報をソースとして活用できます。ポイントは、インターネット上の情報ではなく、あくまであなたが提供した資料の中身だけを情報源にすること。だから、自分だけのパーソナルな AI アシスタントを持つようなイメージです。Google の高性能な AI モデルである Gemini 1.5 Pro を搭載し、もともと賢かったんですが、さらになんと今月、2025年5月には、さらに新しい Gemini 2.5フラッシュにアップグレードされ、複雑な質問への対応力も向上しているんです。プライベートな情報も安心して扱え、ユーザーの個人データはノートブック LM のトレーニングには使用されないと明言されているのも安心ですね。AI で要約してくれるツールは他にもたくさんありますよね。でも、事前に学習された内容から無理やり答えを出そうとしたり、ネットの情報が不確かだったり、要約を読んだだけでは、本当に知りたいピンポイントの情報にたどり着けなかったり、資料同士の関連性が見えにくかったりしませんか？ノートブック LM のすごいところは、ここからです。それは、資料群全体があなたの質問に答えてくれる、賢い対話相手になること。まるで、その資料の内容をすべて把握している専門家と話しているような感覚なんです。さらに、アップロードした資料から自動で FAQ や学習ガイド、ブリーフィングドキュメントを作成してくれる、ノートブックガイドという機能も搭載されており、資料の理解を多角的にサポートしてくれます。これにより、ただ情報を引き出すだけでなく、資料の潜在的な価値を引き出す対話が可能になるんです。では、実際にどんな風に会話できるのか、いくつかのシーンで見ていきましょう。例えば、あなたが学生さんで、複数の研究論文や講義スライド、参考にしたウェブサイトの URL をノートブック LM にアップロードしたとします。これらの資料の中で、とある技術の将来性と倫理的課題について、それぞれの論点を比較しまとめて、とプロンプトを書いて質問すると、あっという間に関連する箇所を引用しながら、複数のソースを横断して情報を整理し、提示してくれます。引用元がしっかり明記されるので、レポート作成時のファクトチェックも簡単です。ジェミニのマルチモーダル機能により、資料内の画像やグラフについても質問できるんですよ。次に、ビジネスシーン、MP3 ファイルなどの会議音声をアップロードすると、ノートブック LM が自動で文字起こしをして、その内容に基づいて議事録の骨子を作成してくれます。今日の会議で決定した事項と、各担当者のタスクをリストアップして、と頼めば、AI が重要なポイントを抽出。さらに、複数の会議議事録がアップされていれば、資料を横断して、プロジェクトに関する過去の懸念事項とその対応策の進捗を教えて、といった複雑な問いのプロンプトにも、Gemini 2.5フラッシュの高度な思考力で答えてくれるでしょう。アイデア出しの壁打ち相手にもなります。新商品の企画書、関連する市場調査レポート、顧客からのフィードバックが書かれたドキュメントなどをまとめてノートブック LM へ。これらの情報を踏まえて、30代向けの新しい健康増進サービスのアイデアを5つ、
具体的な機能とターゲット層を明確にして提案して、それぞれのアイデアについて既存資料のどの部分を参考にしたか示してというプロンプトを投げかけると、資料に基づいた具体的な提案が期待できます。まるで優秀なアシスタントとブレインストーミングしているみたいですよね。さらに最近注目されているのは音声概要、オーディオオーバービュー機能です。アップロードした資料の内容をまとめて、まるでポッドキャストのように2人の AI ホストが会話形式で説明してくれるんです。しかもこの機能は日本語を含む50以上の言語に対応しています。通勤中や家事をしながら空いている耳から情報をインプットできるのは画期的ですよね。さらに資料からマインドマップを自動生成する機能も搭載され、情報の関連性を視覚的に捉えやすくなりました。ノートブック LM を使うことで、私たちは劇的な時間短縮、より深い理解、新しい視点の発展、情報へのアクセシビリティ向上、そして信頼性の高い情報活用といった多くのメリットを得られます。まさに私たちの知的生産性を飛躍的に高めてくれる可能性を秘めているんです。ノートブック LM は特にこんな方々におすすめです。レポートや論文作成に追われる学生さん、膨大な先行研究や実験データと向き合う研究者の方、多くの情報をもとに記事やコンテンツを作成するライターやクリエイターの方、会議資料や市場調査レポートを読み解き、企画立案するビジネスパーソンの方、そして自分の持っている情報を最大限に生かしたい、情報と深く対話したいと考えているすべての人に試してみてほしいツールです。Google 公式ブログによると、アメリカのベストセラー作家として知られているウォルター・アイザックソン氏は、執筆のための資料分析にノートブック LM を活用しています。ポーランドの科学者で物理学賞、科学賞と2度のノーベル賞を受賞したキュリー夫人の日記を読み解くのにノートブック LM は力を発揮したそうです。いかがでしたでしょうか。 Google のノートブック LM は単なる資料整理ツールを超えて、あなたの知識やアイデアを深掘りし、創造性を刺激する、まさに資料と会話する AI です。ジェミニの最新モデルを搭載し、対応ファイル形式の拡大、音声概要やマインドマップ生成といった新機能も続々と追加され、ますます進化しています。まだ日本語でのニュアンスの理解など、発展途上の部分もあるかもしれませんが、この新しい情報との関わり方は、一度体験すると手放せません。ぜひ皆さんも、お手持ちの資料でノートブック LM との対話を始めてみませんか。 Google アカウントがあればすぐに無料で試せます。きっとあなたの情報活用が劇的に変わるはずです。本日は Google のノートブック LM についてご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。